はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。今日はですね、腕時計のブランドの格付け表を作ったので、その内容について説明していきたいと思います。で、なんでこれを作ったかっていうと、多分最初に腕時計を買うときに悩むのが、どのブランドを買うかっていうことだと思うんですよね。僕も実際に最初に腕時計を買うときに、セイコーとロレックスがどれぐらいの価格が違うのかとか、値段がどれぐらい違うのかとか、全然よく分かんなかったんですね。なので、そういった最初におそらく迷うであろうということを想定して、なるべく分かりやすく、ブランドの格付けを一覧表にしたので、それについて説明していきたいと思います。早速ですね、その表をこちらに載せてみますね。これを見ていくと一番左、真ん中、右というふうに分かれています。一番左は格付けクラスというふうに名付けました。全部で10段階格付けのクラスを分けています。一番上は下方級、その次が世界三大時計級、その次が雲上級もしくは世界5大時計級で、その次が工芸品級で、次が工業製品の頂点級で、その下が実用時計の最高峰級で、次が実力者級で、古豪級もしくはおしゃれ進行級で、ベストエントリー級で、一番下がエントリー級と、この全部で10段階に分けました。で、一番真ん中に、ブランドのロゴを配置しています。一番上にパテックフィリップがあって、バシュノコンスタンタ、オーデマピゲ、ずらずらずらと並んでいって、一番下はカシオ、スウォッチ、シチズンというふうにこういうふうに分かれています。で、このブランドのロゴなんですけども、中央に近い方が同じ価格帯の、同じクラスの、ブランドでも中央に近い方がより格が高いかなというふうに僕の中では思っています。例えば実用時計の最高峰級では、全部で8ブランド並んでるんですけども、この中で、よりエースって言えるブランドは、IWC とそれからオメガかなというふうに思っています。で、一番右側はですね、エントリー価格の目安、例えばパテックフィリップのエントリー級の時計であればだいたい250万円からとか、実用時計の最高峰級であるとだいたい60万円ぐらいから、もちろんブランドによってエントリー価格全然違うので、これはあくまで目安です。これよりも高いエントリー価格が必要なものもあれば、低い価格のモデルもありますし、一概には言えないんですが、だいたいこれぐらいの目安の金額を用意しておくと、ここのブランドたちが買えるかなというふうに思います。なんで44ブランドにしたかっていうと、パッと見のこの表の見た目ですよね。あまりブランドが多くなりすぎても表が見づらくなってしまうので、あえてこの44ブランドにギュッと絞りました。もちろんですね、ここに入れたいブランドっていうのもまだたくさんあったんですけども、今回はこの44ブランドに絞っています。で、なんでこの44ブランドにしたかっていうと、日本での手に入りやすさとか知名度とか、最初に買うんならこの辺がいいんじゃないかなというようなブランドで絞っています。もちろんですね、素晴らしい時計ブランドいっぱいあるんですけども、最初に時計を買うにしては高すぎるとか、ちょっとトリッキーすぎるとか、マイナーすぎる、というようなブランドも多々ありますので、最初に時計を買うならこの辺に行けばいいんじゃないかなっていう44ブランドに絞って今回は表にしました。で、じゃあこの格付け表ってどうやって決めたかっていうと、全部で8個評価項目をつけました。価格帯、歴史性、ストーリー性、外装、ムーブメント、人気度、ラインナップ、資産価値、この全部で8項目です。それぞれ説明していくと、価格帯は、ブランドの時計の価格帯ですよね。やっぱりどうしても格が高いブランドっていうのはそれなりに価格が上がります。つまり価格が高いほどブランドの価格はどうしても上がりやすい。ブランドの価格が高いからこそ、その高価格の時計であっても売れるっていうようなことが成り立つと思うので、どうしてもこの、表っていうのは価格帯が高い方が格が上になりやすいというところがあります。で、歴史性、ブランドの歴史がどれぐらい長いか、
とかですね、持続して継続されているか、休眠期間がないかとか、そういったところを考えています。で、ストーリー性ですね、ブランドにどれぐらいのストーリーが詰まっているかとか、モデルにどれぐらいのストーリーが詰まっているかとか、そういったところですね、単に歴史が長いだけじゃなくて、どれぐらいその濃度の濃い歴史を過ごしているかっていうようなところを評価しています。それから外装は、時計の外装ですよね。そのブランドが作る時計の外装の綺麗さとか美しさとか、そういったところを評価しています。それからムーブメント、時計の中身ですね。中身のムーブメントがどれぐらい美しいかとか、精度が高いかとか、耐久性に優れるかとか、そういうそのブランドが作る時計のムーブメントを評価しています。で、人気度ですね。一般認知度とか、玄人、時計愛好家の皆さんからの、人気度というところを加味しています。それからラインナップ、商品ラインナップの充実度ですね。例えばセイコーだったらものすごいたくさんの時計のバリエーションを持っていますし、逆に、パイロットウォッチしか作らないっていうようなブランドもあれば、ダイバーズウォッチを得意にしている。そのどれぐらいの商品ラインナップの広さを持っているかというところです。で、資産価値ですね。そのブランドが作る時計の、どれぐらい中古価格が落ちていくか、どれぐらい維持するかとか、むしろ逆に上がるのかどうかというような、そのブランドが作る時計の資産価値の落ちにくさというところを評価しています。で、この全部の8つの項目を評価していって並べたのがこの真ん中の44ブランドの表になっています。で、先ほども言った通り、真ん中に近いほど価格が高いかなというふうに思っています。で、これはですね、本当にみんな人それぞれ意見があると思うんですよね。あくまでも僕の中ではこうだろうというふうに思っているだけです。なので、一概にもこれが正解とは限らないですし、そもそも時計っていうのは嗜好品なので、それに優劣上下をつけるのはどうなんだっていうような意見もあると思います。実際僕もですね、これを作ってみて表に出そうかとか動画にするのどうなのかなと、僕ブログでも同じような記事書いてるんですけども、どうしようかなと思ったんですよね。やっぱり嗜好品、みんなが自分が好きなものを買えばそれでいい世界なので、それにあえてランク付けをつけるのはどうなんだっていうのは思ったんですけども、でも最初の時計を買うときに右も左も分からない中で、こういう表があった方が絶対に分かりやすいなと思ったので、ブログの記事でも出しましたし、今回、こうやって動画にもしています。実際ですね、僕のブログの中で一番アクセス数が多いのがこの格付け表なんですね。実際ですね、この格付け表すごく分かりやすいという声も多くいただいてですね、なので今回意を決して動画にしてみました。はい、いかがだったでしょうか。それぞれですね、皆さんいろいろ意見はあるとは思うんですけども、そういった自分たちの意見で、ここはもっとああだよね、こうだよねっていう風に話せるところも時計の楽しいところなのかなと思います。次回はですね、実際にこの格付け表を使ってそれぞれのブランドを説明していきたいと思います。次回は世界5大時計ブランド、パテック・フィリップ、オーデマ・ピゲ、バシュロン・コンスタンタン、ランゲ&ゾーネ&ブレゲ、この5つのブランドについて簡単に説明していきたいなと思います。こういったようにですね、腕時計のある人生というブログとこのチャンネルはですね、腕時計を初めて買おうかなと考えている人に分かりやすく情報を提供しようとするチャンネルです。なので、もしよろしかったら、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた。